はいどうもこんにちは、あごしばと申します。本日はアークのコマンド限定の便利アイテム6選というのを紹介したいと思います。これまでにもアークのコマンド限定要素をいろいろ扱ってきましたけども、今回はね、便利アイテムになりますね。便利系ということで知っておいて損はない情報化となっておりますので、ぜひとも最後まで見ていただけると幸いです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ということで、では行きましょう。はい、アークでは生物の剥製を作ることができます。生物に対し剥製ツールを使うことで神秘というアイテムを入手することができます。そしたら剥製の台座を設置し、そこに神秘をセットすることで、その生物の剥製を作ることができますね。で、この台座ですが、この一般的な台座の他にコマンド限定でゲットできる台座というのがあります。それがこちら。名前は一般的な消耗品となっていて、アイコンはありません。こちら実際に使ってみると、このようにね、置くことができます。はい。見た目からしてもう開発専用アイテム感がね、プンプンしてますけども、こちらにも同様に神秘入れることができます。はい。通常の台座に比べてコンパクトですね。そして生物浮いてますね。これ何がいいかというと、コンパクトで、しかも台座かなり薄いんで、これちょっとかなり雑ですけども、これ埋まっちゃってるんでね、ちょっといまいちですけど、もうちょっと上げたりすればね、この台座を隠して生物の剥製を置くことができるというのがこのアイテムの利点ですね。普通の台座だとね、こういう風に重ねては置けないんでね、なかなか癖のあるアイテムですが、使いこなすと建築の幅が広がると思いますので、ぜひ使ってみてください。コマンドはこちら。はい、剥製と似たようなところでもう一つコマンド限定の便利アイテムがあります。はい、それがこのトレーニングダミーですね。トレーニングダミー自体はコマンド限定アイテムじゃないですよね。このトレーニングダミーですが、こちらにもね、神秘をセットする場所があります。こちらに神秘セットしてやると、このようにね、これも剥製になるんですね、実は。ただ先ほどの剥製の台座のものと比べると少し小ぶりですね。かなりちっちゃくなっちゃってますね。なので、先ほどの台座は台座でね、別に用途として差別化されているんですが、今回紹介したいのはこれではなくてね、これは一般にね、コマンドを使わなくてもできることです。はい。で、今回紹介するのはね、このトレーニングダミーをアイテムとしてではなく、直接オブジェクトとして召喚するものになります。はい。コマンドを使って召喚すると、はい。このようにトレーニングダミーが出てきます。で、このコマンドで出したトレーニングダミーですが、普通のトレーニングダミーと少し仕様が違いまして、神秘をセットする場所しかないですね。で、そこに神秘をセットすると、はい、このようにね、はい、なんと剥製を木彫りで出すことができるんですね。はい、これね、謎仕様ですが、こちらコマンド限定でしかできないものとなっております。なんかね、トレーニングダミーのこの的みたいなマークもあって、何のために作られたのかわかんないんですけども、こういうのがね、できるんで、いろんな生物ごとにできるんでね、いろいろ試してもらうと面白いんじゃないかなと思います。この特別なトレーニングダミーを召喚するコマンドはこちらです。はい、昔からアークをやっている人なら知っていると思いますが、以前はね、キブルのシステムが今とは違いました。それぞれの生物の卵から固有のキブルが作られたんですね。で、各生物は特定のキブルを好物としていたので、その生物が好物としているキブルを作って与えるというような方式でした。例えばね、スピノサウルスはアルゲンタビスの卵から作られるキブルが好物でした。なんで、スピノをテイムするためにはアルゲンタビスをテイムしないといけない。ただこのアルゲンタビスのテイムには、ステゴサウルスの卵から作るキブルが有効なので、まずステゴサウルスをテイムする。そのステゴサウルスをテイムするのに必要なのは何々の卵でみたいな感じで、特定の生物にたどり着くまでね、順を追っていろんな生物をテイムしていく必要があったんですね。現在キブルシステムは変わって、こういう風にね、単純にランク分けだけされているキブルとなったので、その生物が好みのランク以上のキブルを上げればいいというシステムになってますね。で、以前のキブルはね、もう作ることはできないんですが、コマンドで入手することができます。はい。例えばね、今、アルゲンタビスのキブル入手しましたが、はい、こちらですね。キブル、アルゲンタビスの卵。こちら、今となってはもうコマンド限定のアイテムとなっております。
昔はね、スピノをテイムするのには、このキブルだけが有効だったというわけですね。他にもトリケラトプスのキブルとか、ドードーのキブルとか、いろいろあるんですけど、このキブル自体ね、コマンドで入手して、現在も使うことができます。で、このキブルの周りにね、なんか色ついてると思うんですけど、そのキブルと同等の効果となっております。なので、トリケラトプスだったら、こちら、簡易のキブルと同等。ドードーだったら、基本のキブルと同等。アルゲンタビスだったら、U のキブルと同等みたいな感じですね。今となってはね、別にわざわざこのキブル使う必要もないんですけどね。一応コマンド限定で、キブルとして使えるアイテムということで紹介させていただきました。でこれらのコマンドね、僕のアイテムリストに一応載せてあるんで、使ってみたいよという方はそちら見てみてください。いろんな生物をね、順番にテイムしていく必要があるということで、そのシステムも、個人的にはそこまで嫌いじゃなかったんですけどね。そういうね、あえて面倒な過程を楽しむ人向けに、この昔のキブルシステムに戻すようなモッドも確かあったと思うんでね、気になる人はそういうのも調べてみてください。はい、ティラノサウルスにはテックサドルというものを装備させることができます。はい、これですね。テックのサドルですね。これをつけると防御力が上がるんですが、このティラノのテックサドルにコマンド限定のものがあります。それがこちら、テックサドル（ティラノサウルス）。一見ね、普通のテックサドルと変わらないように見えるんですが、先ほどのテックサドルと並べてみると、アイコンは全く一緒なんですが、若干ね、説明も違いますね。そしてね、こちらコマンド限定の方、防御力がべらぼうに高いんですね。通常のものが鎧値45に対し、こちら 944.9 と、桁違いに高くなっております。で、こちらしっかり装備させることができるんですが、はい。装備させてもね、透明のままなんですね。ということでね、サドルつけてる感はないんですが、確かに防御力は上がってるんでね。この数値といい、透明といい、バグアイテム集がすごいですけども、一応こういうアイテムもありますのでね、ティラノサウルスの防御力をめちゃめちゃ上げたいという方は使ってみてはいかがでしょうか。コマンドはこちらです。はい、以前ね、こちらの動画でトリビュートポータルというのを紹介しました。使ってはいけないアイテムとして紹介したんですが、それはコマンドで現物、アイテムそのものを出した場合ですね。その場合はインベントリから覗けないんで、使ってはいけないアイテムだと紹介したんですが、今回はね、それらを設計図の状態で出したものを紹介します。それが、こういったようなものですね。ボス戦へのポータルだったり、ダンジョンへのポータルだったり、そういったものです。これらのコマンドね、マップごとにそれぞれのものがあって、たくさん種類があるんでね、最後に一覧お示ししますけども、設計図で出す場合は、GFI アイテム召喚コマンドの最後の数字を1にすればいいんですね。最後のコマンド全部そうなってますんで、そのまま打ってもらえれば出せます。で、設計図の特徴はこの周りが緑の枠で囲まれているということですね。で、こちら、クリエイティブモード限定で使うことができます。コマンド GCM 打てばクリエイティブモードにすることができます。この右下の工具のマークがクリエイティブモードの証ですね。で、この状態で、こちら、制作、あるいは普通に E ボタンを押しますと、はい、このようにポータルをどこでも開くことができます。これでね、ボス戦に行くことができるんですよね。はい、本当にね、実際に行けちゃうんでね、行く際はしっかり準備をしてから使うのがいいかと思います。で、注意点としてね、これらのポータルのアイテム、使っても消費されずに死ぬまでインベントリ欄からは覗けないので、そこだけ注意してください。死ねばね、消えるんで、そこは問題ないですけどね。焦らないようにご注意ください。はい、コマンドはこのようになっております。各マップに出現するこういうビーコンだったり、あとは洞窟とか海底にあるクレートといったものもコマンドで出すことができます。はい、実際に出してみましょう。はい、このようにね、コマンドを使うとその場所にビーコンが落ちてきます。これはね、赤ビーコンですね。他にも、はい、こういう風な戦利品クレートを出すこともできます。もちろん、中身も入ってますね。で、これちゃんと物ごとにね、中身違うんで、毎回しっかり開ける楽しみがありますね。で、こういったね、高品質のアイテムもコマンドで出すことはできるんですが、
ただね、何でもかんでもコマンドで望みのものを手に入れても面白くないんでね。例えば自分へのご褒美だったり、あるいはね、友達とプレイしているサーバーで何かの商品として使うとかね。そういった使い方をするとね、普通にアイテム出すよりも、ソシャゲでいうガチャみたいな、何が出るかわからない楽しみみたいなのもあってね、それはそれでいいんじゃないかなと思います。赤ビーコンしょぼ。このコマンドもね、マップごとにいろんな種類があって数多すぎるので、ウィキの方にそれらのコマンドが載っているページがあるんで、その公式ウィキのページへのリンクを概要欄に貼っておきます。なんで使いたい人はぜひそちらを見てみてください。はい、ただ公式ウィキに載ってないものがパッと見いくつかあったんで、そちらを紹介したいと思います。はい、まずはフィヨルドの深海にある宝箱ですね。こちらです。こちらコマンドがこのようになっております。これね、フィヨルド宝箱用意されてるのいいですよね。見た目もいい感じです。中身もいいもの入ってるみたいなんで、ぜひ使ってみてください。はい、あとはジェネシスで、このヘレナから買える、この戦利品クレートですね。こちらヘレナからヘキサゴンというものを消費して購入することができるんですが、こちら購入すると、はい、こういう風に、中に入っているいろんなものを入手することができます。これもビーコンとかクレートみたいなもんですね。購入するとね、その場で中身が開封されるものとなっております。はい。ですが、コマンドを使うと、このクレート自体を入手することができます。これはね、コマンド限定なんで地味にレアですね。で、こちらの戦利品クレート、消費すると、しっかりアイテム入手することができます。はい。やはり赤色が一番いいですね。こちらもガチャ気分で楽しめるかと思いますので、ぜひ使ってみてください。コマンドはこちらです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。アークコマンド限定の便利アイテム6000の紹介でした。正直ね、キブルなんかは別に今使う必要はないじゃないんですけどね。他は割と実用的なものが多かったんじゃないかなと思います。コマンド限定アイテムなんでね、普通のプレイを楽しんでから使うといいかと思うんですけど、いろんな楽しみ方ができるんで、そういうのも含めて、みんなでアークを楽しみましょう。といったところでね、今回の動画はこれで以上になります。よければまた別の動画も見てください。ご視聴ありがとうございました。では。